September 8, 2022. I went to pick up my new partner. Keiban, in Shizuoka, a prefecture without snow. It is difficult to find a used 4WD car. So we headed to Tokyo. After a long absence, the return trip was by open road as usual. So we stayed in the car on the way. I got everything I needed at a 100 yen store. I knew it was still hot even though it was September. I could hardly sleep. あんまり快適ではない。It was too uncomfortable at night. So we left before sunrise. We went to the ocean early in the morning to eat breakfast. The sea in the morning is pleasant. 在车上睡得非常不愉快。从现在开始，我要把车改装成可以过夜的车。这是一个很长的视频，所以请耐心等待。これ見た目がやばいけどね、これ。キングッズでなんとか。This time, the camper can be extended. The maximum extension is 50 centimeters. And the bed length is 245 centimeters. Well, we usually only extended 20 centimeters. This is a strategy to make a small camper as spacious as possible. うるさっ。うわ、取れた。折れた。折れましたか。切れました。うるさっ。なんで開けたかっていうとですね、ここにね、結構なスペースがある。30センチ、25センチぐらい。18センチぐらいなんですけど、ちょっと出っ張ってもいいんだね。これは10ミリ。10ミリ。もう、硬っ。この、これ弱いね。これから始めるんです。これがいるな。これどうする？ワイヤーが入ってるから。これどうしたらいいんだろう。ここはちょっと、やりづらいね。取れました。やっと取れた、これ。これが取りたかった。シートベルトのセンサー、先に持ってきましょう。引っ張ります。あ、出て。
マジか。1本なくなりました。もうなくなっちゃった。よかった。買っといて。2本目。違う。とりあえずここやります。できた。これ一番後ろのスライドさせる部分のベースになるんですけど、一番重要なところなんですが、51センチ、510ミリのところにバッテリーケースの蓋があるんですよね。ここは開けられるようにしなきゃいけないんで、よいしょ。ダンパーから下の部分だけスライドさせるっていう案をちょっと考えてるんですよ。この辺は稼働しない状態で作れるんですよね。こっから下の部分だけスライドさせるっていう。で、そもそもなんでスライドさせたいかっていうと、この長さが、一応潔白なんで1800は取れるんですけど、荷物とかを外に追いやりたい。ドアを全開にしないってことは、
ここね、斜めにしなきゃいけないんですよ。この壁面を。そうすると、収納したときに、結構圧迫感が出るんじゃない。あと、作りがやっぱり複雑になるので、師匠ほどの工作精度は出せないと思うので、基本構造を単純にした方が、失敗が少ないのでは、と思ってるので、多分、この下半分だけ外にスライドさせる構造にしようと思います。多分そんな。これ剥がして、断面も。これつくから気をつけて。他のところに。これこれ黒いの。え、どういうことこの黒いの。白い雲と地面がするんですいつも白じけど。いつも黒っすよね。ゃん。大体白い。なんかやると白い。あ、ここも塗ってあるのか、これ。そうね。だからさ、泡でもってるね。ここ何にもないとこかと思って。やらかすな、これ。あれ取れちゃったにマスター。ちょっとこの上。ここでカットしたら取れちゃった。いや、あれ、やばい。あれ、この空洞なんかめっちゃ浮いてるけど。ぐらいでバイトしてたけど。違う。あ穴開いちゃった。穴開いちゃった。あ、いい。よし、終了。先っぽどこ来てるんですか。先っぽ取ってる。計算通りですか。別に。押してね。お手伝いさんできた。一食一般の朝飯食わしてよ。じゃあお仕事。え、何。端っこ、これベタベタだから、ここ隠してくオッケー。えい。れ。薄いからありきらい。ここはちょっと慎重にやらんといかんみたいな。それはこれ袋入れてくる。こっちの手。性格出るよ。これだったら。切れた。切れた。多分俺の方が汚いやつだ。なんかわざと働いてたんだって言って。プラシーボ面白いもん。スパシーバプラシーボはわかる。いや、もうない。ティッシュ。ティッシュ捨てなさいよ。いや、使うのかなと。俺じゃねえの、大体。うん、大体で。お疲れ様です。終了。終了だ。今日のところは。はい、こんな感じです。こんな感じです。
おはようございます。朝6時15分。宇宙船地球号完成しました。面積が広いので大変でしたが、助っ人が現れたので。切りました、ここ。蓋。あとこれ。やっぱり反りがすごい。おはようございます。今日はあいにくの雨ですが、接着に時間がかかるので頑張ってやっときます。もう。隙間をシリコンとスタイルフォームとかで隙間を埋めました。2日以上かかってる。ベースになる床を直張りです。9ミリの OSB 合板、一番安い1380円のやつ使ってバッテリーケースあたりはカットしました。約24時間重しをしてなんとか収まりました。あとはこういう隙間がプレスでデコボコがあるので、この辺の隙間をスタイルフォームとシリコンで埋めました。とりあえず
やってみますけど、うわー、これは大変だ。これは大変だぞ。わー、届かねえ。どうしたらいいんでしょうか。おー、来た。ああどこどこ本当にどこ行った。マジでどっか来たよ。電池ごと消えました。どこに行ったの？どうしたらいいでしょう？おはようございます。荷室の後半は終わったので、前半部分の床を作っていきます。裏段で型を取りました。結構凹凸が激しくてですね、ちょっと大きな突起がある部分だけ抜きました。60ミリぐらいあります。一番低いところ。また飛んでた。うわ。できました、下地。こんな感じ。シートの後ろまで入れれば1820ぐらい。これね。そこそこ軽いですよ。よいしょ。巨大な箱が誕生しました。いや、大変だよ、これ。毎回言ってるけど。まだ接着中ですが、ここまで来るのに、日、月、火、水、5日かかってるんです。これがおそらく基本的なスライド量だと思います。20センチ拡張です。1880あります。
188センチの人が寝られるスペースです。僕は198あるので、あと10センチないと難しいんですけど、嘘です。残念なお知らせがあります。天板カットしてスポッとはまる予定が全く入りません。この板は全く入りません。なんでできましたと言いたいところですが、でん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 、真ん中がだいぶ狭くなってます。この土台がちょっと反ってるようで、これに合わせて箱を作っていた。箱の真ん中が高くなっちゃったんです。ちょっと樽型みたいに。そしてこの羽根コートもちょっと反ってるんで、なんかどうしたらいいんでしょう。そしてもっと重大なこのサイド、ぴったりに作りすぎて非常に硬いです。どうしたらいいんでしょうか。これをやらないと出ません。じゃじゃん、開けても分かりませんね。塗りました。マットブラック。スライドする箱の部分はひとまず完成。この天板の反りを矯正するために角材1本入れました。ブラック&グリーンです。あれ最後。
私は言ってもう戻ってくる。頑張るぐらい。近いところにこんな感じ。51だと出ちゃうので、 34個。 45。じゃあ、なった。まだ当たってない。右側が当たってない。大丈夫。大丈あ、すごい下、あ、中もちゃんと全部シートになってる。いいじゃん。ここからそっち。次から3つ目かな。こんな感じで、ここになんか当てる。それつけて、その隙間を。何でやるおお。ギリ当たってないんだけど、ギリ当たってないんだけど。こんな感じ。どうせ当たるのこれ。場所的にはこんな感じ。場所によりか。ちょっと行き過ぎた。どういいんじゃない？こんな感じこんな感じいいほら、立派な展望台。するってる。的ついた。ついてない。国民宿舎の近く。やめてください。そんなことやったら。もうね、もうね。後ろのパネル、強化ガラスをはめて、はい、完成でもないけど。
換気扇の製作に入りました。今回は3連の換気扇でいきます。軽量化のためベニヤとスタイロフォーム、ネジを効かせたいところだけ 12mm 使いました。結構軽くできました。これ自体はどれぐらい1キロ1キロはないんじゃないの、もしかして。もう何回作ったか分かりませんが、とりあえず現存している換気扇、プロボックスで使ってた換気扇が、厳密に言うと1個は途中でやめたんですけど、使ってた換気扇が3つ残ってるので、これが一番長く使ってたこれです。クロスフローのファンで、これ2代目なんだけど、使っていたというテストして終わったやつで、外回りは薄型で作れたんだけど、パイプファンですね。強力なんですけど、もう音がうるさくて使えたもんじゃなかったので、これ使えませんでした。その後に作ったのがこれです。12V の4連ファン。返しがちょっとついてるのは、このね、窓ガラスに吹きつけた風がね、逆流してくるパターンがあるので、ちょっとそれを抑えるためにネズミ返しのようなのがついてます。50。穴開けます。開けちゃいます。あ、なんで折れました。折れちゃいました。貫通しません。おお、開きました。開きました。40アンペアのフューズ入れました。できました。今エンジンをかけて赤がついてるので、これが赤いということは充電されてます。これがサブバッテリー。黄色は何色？バッテリー電圧正常です。で、満タンになるとこれがグリーンになる。このごちゃごちゃな配線をなんとかしないと。やってきます。完成。扇風機 OK。 換気扇 OK。 ライト OK。 OK。 スピーカー
オッケー。ああ、なんとかごまかせましたね。おはようございます。朝からガチャガチャやってるんですが、日が出てくると暑いですね。虫の季節がやってまいりました。で、網戸です。
網戸。ここに窓ガラスがはまるようになります。サイドバイザー。バイザーの中に収まるサイズです。これがね、これ3枚重なってるんですけど、こう抜いたときに、ここに、こういう状態のものが、この中に入ってしまって、これ一個一個ね、一回一回これ全部、結構、取れねえ。この取りにくいやつを、引っこ抜いてやんないと、ここに3枚溜まったら取るのが、えらい大変になります。なので、予想以上に時間がかかってます、これ。軽く1時間以上かかってます。抜くのはいいんですよ。抜いた後、これを、こじこじして取って、で、またやって、これ1個なら3つ、3個ありますかね、3枚。3回やるわけですよ。これが、1、2、3、4、5、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19個穴が開いてるんですけど、19× 3、計算できませんが、57。57で合ってる ?57。57回やるんですよ。これ。もう一回ありますからね、これ。左右で。100? 104? 114。114回やるわけですよ。まあ、大変。今日はキャンプ場をちょっとお借りしているので、この辺で現状のエブリー君の仕様をご説明いたしましょう。2017年、だいたい5年落ちぐらいの中古です。グレードは TC リミテッドの 4WD の 5AGS になります。外観は特にあんまりやってるところはないです。大きなところで言うと、キャリアが乗って、キャリアの上に、荷物置き場を作ってるんですが、それとウィンドウデフレクター。これは木で作ってます。2x4 といつも使ってる型枠用のパネルで作りました。荷物入れを乗せたかったので、その形状に合わせて作りました。キャリアと。普段使わない停止板、三角、おにぎりみたいな。片方に乗って、片方は生ゴミ、車内に置いときたくない場合は、片方をゴミ箱として使ってます。上に箱乗せると、結構風の抵抗がすごいので、作ってよかったなと思いました。全然違いますね。あとキャリア自体は業務用のやつなんですけど、ところどころチッピング風な塗装をして化粧してます。あとは今、これ夏タイヤなんですけど、13インチ、1558013というサイズが入ってます。メルカリで買いました。送料がいくらかな。多分全部で1万5、6千円ですかね。これは前回の車検で完全に2シーターにしたので、この下に荷物入れができました。割と入りますね。はい。真ん中のパネルを外しましたが、サブバッテリーとかはここにいます。エブリーはですね、100V のファンヒーターとか使いたかったので頑張って作りました。走行充電を重視して作ったので、レノジーの 30A の走行充電器からリン酸鉄バッテリーですね。これ 30A2 つ並列で使
使ってますので、60アンペアの容量があると思います。この下にサブバッテリーがいるんですが、サブバッテリーの出力がここに来てるので、ここからぐるっと回ってポータブル、これが288ワット、小さいポータブル電源ですが、今ね30ワットぐらいで充電されてます。マックス96ワットぐらいまでですね、充電の入力が。で今14ワット使っているのは、上にある換気扇、照明2つ、この下にある LED、 この3つですかね、照明使ってるのは今。この前作った網戸、昨日はこれで寝てました。扇風機は使ってません。ここは夜は寒いんで、この網戸から入ってこの換気扇あるかな、吸ってますね。これ今弱です。割と吸ってくれます。最強にしてみましょう。こんな感じです。若干音がうるさくなりますが、爆音ではないので。なんで換気扇をここにつけたかったかというと、これがですね、ここ天井になるんだけど、ここが一番高いんですね。要はつけられる場所としては。熱は上に溜まっていくので、一番上から引っ張ってあげた方が効率がいいんです。よくね、換気扇つけるパターンとしては、今ここ網戸がついてますけど、ここに換気扇をよくつけるパターンがあるんですけど、ここだとスライドドア、この隙間で対応しなきゃいけないんですね。隙間は大丈夫だと思うんですけど、一番困るのが電源です。モバイルバッテリーとかでやる分には大丈夫なんですけど、12ボルトでやろうとすると、どっかに電源の線を入れ込んでやらなきゃいけないんですけど、スライドドアっていうやつは文字通りスライドするので、配線の処理がめちゃめちゃめんどくさいんですよ。ね。上級者はね、この車体側の、これ多分パワーウィンドウ用の電源だと思うんですけど、ここと対になってるここ電気が通るようになってるんですよね。ここで処理をしたりしてますが、ちょっとそこまでのスキルはないので、スライドドアではなく、後ろ側についてます。コンロがここにあるんですよ。要は熱源がここにあるので、ここに換気扇があるのが非常に都合がいいと。使う時にはバックドア開けないと意味がないので、ちょい開けでもしないと使えないんですけど、これぐらい15センチぐらいバックドア開ける感じになるんですけど、ちょい開けで換気はできるので大丈夫です。ここが窓があります。これは強化ガラスが入ってます。廃材の幅が60センチ、高さが24センチぐらいのガラスがはまってます。後ろのドアを開けるので、車中泊の時はあるとないとじゃ大違いになっちゃいますのではまってます。普段はこれがまたよいしょ、はい、閉まってます。これがスピーカーなんですけど、これ全部スピーカーです。これ車中泊全く関係ないんですけど、車中泊の時はこのスピーカーです。このスピーカーを使っています。これが Bluetooth でつながるんで、映画見たりなん見たりするときはこれです。で、電気関係はすべてこのパネルで操作ができます。これは照明の悪さを調整しています。マックス7ワットですね。この LED はこれも廃材です。どっかのお店の解体するときにもらってきました。このテーブルは型枠用のやつです。よく使ってる。ダイソーの電池式のランタン。あんまり使わないけどね。ケトルとコーヒー入れたりするのがここにくっついてますけど、こだわりとしてはこの天井部分には収納を作らないということですね。いろいろこの辺に作ったりとか、奥側に作ったりとか
されてる方は多いんですけど、僕キャンプとかバーベキューとかはほぼ興味がないので、荷物は極力少なくしてるんですよ。収納作っちゃうと、せっかくこれだけ高さがあって広いのに狭く感じちゃうので、天井の方には収納は作っておりません。開放感がかなりあります。両サイドはこのカーテンで目隠し。で、フロントはちょっと今上に乗ってますが、折りたたみの銀マットをフロントの窓のサイドに切って使っております。この天井は、三月さんの車両用難燃っていう布を使いました。ちょっと貼るのが大変だったんですけど、ところどころちょっと垂れてきたりとか、貼るのは難しいですよね。まあ、とりあえず車検もなんとか通ったんで、よく板張りにされてる方がね、キャンピング仕様にされてる方、あれ大丈夫なんですけど、今回もこれ布なんですけど、重量がかなり予想よりオーバーしてたので、板張りにすると、確かね、4ミリ以上の板を使わないといけないと思うんですよ、前までやる場合は。そうすると、かなり重量がかさむと思うんですよね。板だと音がかなり反響するので、うるさいかなと思うんですけど、どうなんでしょう。やってないので何とも言えないんですけど、もしやられてる方がいたら、どんな感じなんでしょうか。ご一報いただけたら助かりますが。布のメリットとしては、かなり吸音性能が上がるので、もともと静かな車ではない鉄箱なんで、結構静かになりましたね。吸音性能があるんでしょうね、やっぱり布は。あと、張り替えたことで、あそこにオーバーヘッドシェルフっていうんでしょうか、収納ボックスみたいなのが上についてるんですけど、あれがね、この辺と同じライトグレーだったんですけど、かなり違和感があったので、塗りました、黒く。チッピングとか使って。どうでしょう。見た目はかなり違っているはずですね。まあ、助手席の上は、物が置けるように、フラットになるようにボードは作ってますけど、普段はこんな感じですね。横に誰も乗らないの。ここに板乗ってますけど、助手席倒した状態とは、20センチちょっと高さが違ってます。とにかくこれ低く作りたかったんで、せっかく高い天井なので、パネルの厚さは5センチぐらいです。1140。このパネルの上からで1140あります。あと片側、こっち側をね、ベッドにしてっていう方がいると思うんですけど、パイプで櫓を組んでマットを乗せてっていうスタイルだと、ベッド側に座った場合、頭上高90センチぐらいになっちゃうと思うんですよ。かなり圧迫感が天井まで近くなっちゃうんで出ると思われます。後ろの箱をスライドさせない状態でも1800の1200のスペースは確保できておりますので、2人は余裕で、まあ通常1人なんで全余裕です。はい、これが20センチスライドさせたとき、これぐらいな感じになります。金物で作ってあります。これで動きません。これ以上は。鍵もロックできるので、この状態で。はい。開けてみましょう。このぐらいです。このぐらいですけど、実際広げてみると、足元が20センチ奥行きが広くなるのは非常に広く感じます。で、換気はこれ出てきます。この辺はベニヤとスタイロフォームで埋まってます。これもパネルの中も。この前マイナス12度の時も大丈夫でした。大丈夫なのかなわからない。はい。これ今20センチ拡張モードでこんな感じです。20センチ伸びております。20センチ伸びるとどんな感じかというと、まあ車中泊時はだいたいこんな感じになってますが、この上の部分は固定されているので延長するのはこの中だけです。中の箱が20センチ奥に行ってるこれをはめると
ジャックになって、ここで189、180、大体9ぐらい。ちょっと余裕があるので、190、このね、シートのここまでだと多分195か196ぐらいはあると思います。いかがでしょうか。はい、そろそろ帰る支度をしますか。あ